皆さんどうも、こんにちは。家で撮影するの何ヶ月ぶりでしょうか。今日は皆さんにね、報告があります。タイトルを見てね、って思った方もいるかもしれませんが、私、健太、パーツブランドを立ち上げました。念願の自転車パーツをですね、作りました。で、今日はそのお知らせでございます。ズッキーっていうブランドで、パーツブランドをですね、今回立ち上げまして、そのね、販売体制とか、在庫の準備とか、いろいろそういった細かな準備が一通り終わったので、皆さんに今回ね、ご紹介させていただきたいと思います。で、どんなものを作ったかというとですね、もういきなりね、見せちゃいます。これらの自転車、すべてではないんですけども、もうすでについております。じゃじゃーん。よいしょ。こんな感じで、トップキャップを作りました。トップキャップを今回ね、作りまして、いろいろ試行錯誤して完成しました。地味ですか地味ですよね。いいんです。ズッキーというブランドはですね、一応立ち上げた経緯とかいろいろ思いをね、せっかくなんでお話しさせていただきますとですね、大前提のテーマとしてですね、人生にも、自転車にも、遊び心というテーマでね、今回、パーツブランドを作ろうと思って立ち上げました。いろんなとこからね、サポートをしていただいている関係、大人の事情でですね、オリジナルウェアとか、オリジナルジャージとかね、作れないんですよ今カフェドシクリステっていうメーカーにウェアなんかサポートしてもらってますけども、カフェドのウェアを着させてもらってる以上ですね、例えばウェーブワンさんとか、チャンピオンシステムさんとかでケンタジャージを作った販売っていうのはちょっとよろしくないよねということで、気持ちとしてはやりたい気持ちはあるんですけども難しいんですね。っていうんで、そういった大人の事情が結構あった中で何ができるかなと思った時にパーツだったわけですね。僕もね、パーツマニアでございます。結構オタクな方だとは思ってるんですけども、そんな自分がですね、使ってて面白いとか、どんどん技術が発展していく中でですね、どこかやはりクスッとなるような面白いパーツ作れないかなと思ってですね、今回こちらビーアトップキャップをですね作らせていただきました。まずは物を見てもらいましょうか。後ろの自転車ね、たくさん置いてありますけども、2台とりあえずねつけてますので、参考程度に見てもらえればなと思います。ビーアトップキャップっていうのはですね、見た目の通りステムキャップ、トップキャップに瓶ビールの蓋をですね、こう取り付けることができますよというですね、キャップになっております。地味でしょ？地味なんだけども、作るからには非常にこだわって作らせていただきました。こちらはですね、グラベルロードについてます。八海山っていうね、有名な日本酒のメーカーがあるんですけども、そこが作っているライデンビールですね。の瓶ビールの蓋をつけてます。かわいいでしょ？なんか遊び心あるでしょ。エイトスにもついてます。こちらですね。先日ですね、北陸新幹線が福井県まで行けるようになったということで、敦賀発でサイクリングしに行ったんですが、その時に購入したクラフトビールですね。シーサイドブリュワリーっていうですね、ところでございますけども、エイトスが白いので、ちょっと白いですね、ビールのキャップをこんな感じで取り付けてます。要はですね、瓶ビールの蓋ですね、王冠をマウントすることのできるトップキャップですね。パーツそのものですね、美しい造形、そしてですね、遊び心をね、結構こだわって作って集結させました。ね、こんな小さなパーツですけども、結構おっとなる要素がね、ちょこちょこあるんじゃないかなと思います。まずですね、高品質なアルミニウム製になっております。見た目ほど重くはないです。そして蓋をですね、パチンとすることで、物理的にね、防水性が上がるといったような感じでございます。一応ですね、こちらはですね、ボルトでこんな感じでね、留める、一般的なタイプと同じではなってるんですけども、非常に美しい見た目になっております。ブラックとシルバーの2色展開でございます。ほとんどのステムはね、黒いんですけども、中にはね、クラシカルなフレームもあると思いますので、好みでね、選んでもらえればなと思います。でね、取り付けたら全く見えなくなってしまうんですが、後ろにですね、
ズッキーのロゴをね、今回ね、つけております。そのあたりもですね、届いた瞬間ちょっと取り出した時にね、ちょっとだけこう、物としての美しさというか、所有欲をですね、満たしてくれるんじゃないかなと思っております。こういうところを私、こだわってます。かっこいいガジェットとかさ、かっこいい製品、プロダクトっていうのはもう、届いた瞬間、開けた瞬間からワクワクするじゃないですか。そういうのをね、ちょっと僕はこだわりたいなと思って、今回のこのズッキーのトップキャップにもですね、ロゴをね、入れさせていただきました。なんでね、このビアキャップを作ったかという話を軽くさせてもらうとですね、僕自転車で旅することがめちゃくちゃ好きなんですよ。普段動画見ていただいてる方だったらわかるかもしれないですけども、マジであちこち僕行ってるんですね。はい。日本全国はもちろん、海外もね、結構あちこち行くんですけども、その時にですね、ほぼ必ずですね、クラフトビール買うんですよ。僕、宿で飲んだりとか、はい、お土産で買って帰るとか、その土地のクラフトビールを飲むことがすごい好きで、やっぱりクラフトビールを作る方っていうのはやっぱクリエイティブな方とかいろんな思いあって作ってる方が多いんでしょうね。そのクラフトビールの王冠、めちゃくちゃみんなかっこいいんですよ。例えばですけど、これなんかですね、白馬のブリュワリーですね。はい。グラインデューロの時にね、ゲットしたやつですね。これは伊豆のクラフトビール屋さんですね。プレモルだったりとか、アサヒスーパードライとか、台湾僕ね、先日行ったんで、台湾ビールもね、王冠もありますけども、やっぱいろんな色があったりとか、いろんな柄があったりとかしてですね、もちろんね、ビールとかね、お酒飲めない人もですね、コカ・コーラの瓶とか、はい、こういうね、オレンジジュースの瓶と2瓶でね、売ってるやつとかもありますよね。とにかくですね、世の中にはたくさんのクラフトビール屋さんがあって、旅の思い出っていうのをですね、何か形として自転車にこうね、残しておきたいなとか、どこどこ行ったんだよなっていうのを思い出として残しておきたいなと思ってですね、今回製品化しました。ビール好きの人結構いると思うので、サイクリストもね、自分の好きな銘柄とか、自分の好きなメーカーさんの蓋をですね、こう自分のバイクに取り付けることで、個性あふれる自転車にね、こうワンランク上がってくれるんじゃないかなと思います。絶対に何そのバイク何これって100%突っ込まれること間違いなしかなと思っております。製品化するのに何個も試作品を作りました。はい、もうたくさん試作品作ってます。これメイドインジャパン、ハンドメイドイン栃木なんですよ。はい、栃木の老舗のですね、町工場で一つ一つ作られております。はい、CNC でやった後もしっかりとバリを取ったり、最終的には人の手で一個一個作られています。はい、中国とか台湾とかでも多分安く作れるんですけども、その辺はやっぱりメイドインジャパン、ハンドメイドイン栃木みたいな、そのメイドインジャパンに対してやっぱり僕も誇りを持ってるので、日本製で作りたいなと思って今回日本でバチバチで作ってます。はい、企画がどうなのとか、その辺の細かい部分ね、自分の自転車につくかなどうかなっていう方もいるかもしれませんので、そのあたりをねご紹介していきます。黒とシルバーの2色展開となっておりますけれども、こちらはボルトももちろんついております。ズッキーのこのトップキャップにぴったり合うサイズのボルトを用意してますので、キャップつけなくても結構ねシームレスでかっこいい仕様になっております。黒には黒のボルト、シルバーにはシルバーのボルトをつけております。黒はですね、アルマイト塗装しております。はい。非常に強い塗装になってますので、結構ですね、色落ちとか剥げたりする心配はあんましなくていいと思います。ただですね、王冠をひたすらこうパチンってつけて取ったり外したり何回もすると、もしかしたらちょっとね傷とかついちゃうかもしれないんですけども、その辺は味っていうことで捉えてもらえれば幸いです。このシルバーに関しては黒森のいわゆるなんていうんですかね、ツヤツヤのシルバーっていうよりかはトムソンとか日東のステムとめちゃくちゃ相性のいいシルバーになってます。ちょっと今見せますね。こちらはね、日東のステムになります。もう名作中の名作で大好きな人いっぱいいると思いますけども、こちらのステムとねなんかだと結構相性の色合いとか非常に相性のいい感じになってますね。はい、このままでもめちゃくちゃかっこいいです。トムソンなんかもね非常に人気だと思いますけども、トムソンとも非常に色味的にはバッチリ合うようなシルバーになっております。はい、シルバーパーツ使ってる人はね結構いいんじゃないかなと思います。王冠の取り付け方、外し方ですね。はい、この辺はですね少し工夫が必要です。なぜかというとですね、瓶ビールの蓋とかねキャーンとね雑に開けちゃうと、これなんかいい例ですね、ハートランドですけども結構曲がっちゃうんですよね。蓋が曲がってしまうと結構こう
取り付けられるは取り付けられるんですけど、結構ゆるゆるになっちゃいます。ガバガバになってしまいます。取り付ける際はなるべく丁寧に開けた方がいいと思います。なるべく王冠が曲がらないやつがあるとベストですね。っていうんで、はい、今綺麗に王冠が開けられるパーツも絶賛制作中でございますけど、それはちょっとね、まだまだ全然完成はもうちょっと先だと思うので、今回はちょっと紹介しませんが、いずれにしろですね、とにかく王冠に関しては少し丁寧に開けていただくことを推奨します。外し方に関してですけども、結構ですね、今回ね、いろいろ迷いました。ベタ付けでもよかったんですけども、やっぱりコーディネートしたりとか気分によって変えたい人もいると思います。なので1ミリほど王冠をつけた時に隙間を空けてます。普通のね、線抜きとかでもね、やろうと思えばいけるんですけども、何か紐とかでくくりつけてパッと取った方がキャップに傷もつかないですし、いいんじゃないかなと思います。外す時にちょっと曲がってしまったりとかした場合は、少しですね、この蓋をですね、指でちょっとグッグッと気持ち内側でもいいかなぐらいまでですね、内側に寄せてしまって OK です。だいぶまん丸になりましたけども、手が痛くなっちゃうんでね、タオルとか使ったりしてもいいと思いますし、地面を使って転がしながらまっすぐにしてもいいと思います。ここまでやると、いい感じにね、バシッとはまるようにはなってます。僕なんかはですね、結構キツキツにしたいタイプなので、結構思ってるよりもこうなってる王冠を結構グッとやや内側ぐらいまでやっちゃってます。例えば走ってる時にね、カタカタなるとか、回ってしまうみたいなことが起こりにくいです。サイズですね、大事ですね。コラム系はオーバーサイズになります。いろいろ迷ったんですけども、やっぱり今主流なのはオーバーサイズなので、オーバーサイズにさせていただいております。なのでキャニオンとか一体型のステムとか特殊なステムにはですね、残念ながら付けられないです。はいね。くそみたいな、俺キャニオンだよみたいな人もいるでしょう。キャニオンはスーパーオーバーサイズなんで使わないんですよ。でもですね、安心してください。はい。僕もですね、自分のキャニオンとか自分のドマーネにもつけたいなと思ってますので、はい。エンドキャップもですね、制作中でございます。このビーアトップキャップのエンドキャップもですね、絶賛制作中でございまして、はい、そちらもですね、間もなく完成という感じでございます。めちゃくちゃ試作品作っております。本当にエンドキャップはね、なかなか難しいんですけども、エンドキャップにも遊び心が欲しいなということで、遊び心を集結させたものを絶賛作っておりますので、お楽しみに。公式のインスタグラムも一応作ってて、粛々とちょっとこれからやっていくんですけども、最新情報なんかは全部ですね、そちらに載せてますので、はい、よければね、フォローお願いします。リールもね、結構作ってますので、そんなに1アカウントとして飽きないようなアカウントにしていこうかなと思ってやっております。はい。肝心な価格ですよね。こちらはですね、全国送料込みで税込みで4000円ジャストです。はい。意外にするなと思った方もいるかもしれないし、メイドインジャパンで、ハンドメイドインジャパンで、面白パーツで、送料込み税込みだったらいいんじゃないって思う人とかいろいろいるかもしれませんけども、こういうのが欲しいって人は相当ニッチな人だと僕も思ってます。はい。万人受けするようなパーツってよりかは、物好きな人が手に取ってもらえればなと僕も思ってますので、もしもあなたがビール好きとか、はい、瓶ジュース好きとかね、はい、変なパーツが大好きみたいな人はですね、下の概要欄に販売サイトのリンク載っけてますので、ぜひ注文してみてください。だいたい注文してから早ければ即日、遅くても3日以内にはね、発送できるように努力しますので、はい、支払い方法はね、残念ながらクレジットカードのみとなっておりますので、カード持ってない人はカード持ってるお家の人とかにお願いしてね、買ってみてください。ということで今回はですね、はい、ケンタついに自分のパーツブランドを立ち上げちゃったということで、ズッキーやらせていただきました。これからね、どんどんいろんなスモールパーツをね、どんどん作っていくつもりなんですけども、本当にもう趣味みたいな感じでやってるんですけども、めちゃくちゃやっぱ楽しいね。自分のものを作るっていうのはやっぱり楽しいです。今 YouTube 以上にモチベーションが高いのはこっちっていうね、はい。これこと言っちゃっていいのかってあれですけども、普段忙しく一生懸命、仕事をしている人とか、シリアスに何か物事に取り組んでいる人こそですね、自分の乗ってる自転車ぐらいはなんか遊び心を持ってさ、やってもいいんじゃないかなと僕は思ってます。で、重量もたかだか10から20しか変わらないんだから、
ガチなロードでもちょっと一個遊び心あるとすごくねチャーミングでいいんじゃないかなと僕は思ってます。ということで、こんな感じでお知らせでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。下の概要欄に販売リンクとインスタグラムのリンクも貼っておきます。よければチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。またね。ちなみにズッキーの由来はですね、僕は名字鈴木なんですけど、はい、鈴木ズッキーです。